こんにちは、インクレディブルーのグミです。今日はステイゾーンピグメントインクのパッドがカスカスに乾いて使えなくなった時の対処法についてご紹介していきます。はじめに、このステイゾーンピグメントインクは2019年のホビーショーから販売を開始されたインクなんですが、その前から出ているこちらのステイゾーンオペークですとか、ステイゾーンメタリック、そしてお名前インクなどはまるで同じですね。こちら同じ仲間の同じ同様の特性を持つ、インクたちですね。顔料インクです。紙はもちろんですけれど、このような金属ですとかプラスチック、あと木とか粘土などオールマイティに使える便利なインクです。今まで出ていた染料系のステイゾーンインクとの違いは、顔料系ということでマットで文字や色がすごく鮮明で乾きが早いという特性があります。そして耐水性にも優れていますので、水性インクを弾いてくれたり水彩の時にも便利です。このようにマルチなインクのピグメントインクなので、インクが乾いて使えないっていうのは非常に悲しいですよね。で、オペークとかでも皆さんしばらく使ってなかったらパッドがカチカチになったり、あるいはこの内蓋に貼り付いてしまったという方もいらっしゃるかと思います。あとメタリックも非常に厳しいのですが、このようにやっぱり内蓋がくっついてしまって、もうここが張り付いてしまっている方もいるかと思います。そのような方もよほどこちらのパッドが変色していなければ、変色して黄色くなってカチカチに固まっていなければ、同じような対処法で対応できますので、今日はそれをご紹介していきます。まずピグメントインクとこちらのオペークの違いはと言いますと、まずちょっとこちらこのようにインクとパッドが一緒に販売されているかと思いますが、スポンジタイプのインクパッドになっています。そして使うたびにリフィルのインカーを注入して使うというタイプですね。そしてこちらはフェルトタイプのインクになっておりまして、もともとインクが含浸されている状態でした。でも今はもう固まってしまって乾ききってますね。こちらなんでこのようになるかと言いますと、フェルトの底でインクが固まって目詰まりした状態のような形なんですね。空気に触れてしまうとこの顔料インクが固まりやすいんですね。でボールペンとかで白ペンなんかもよく目詰まりして皆さんグリグリって書いたりして叩いたりして出そうとするかと思うんですけど、それと同じでペン先がやはり空気に触れて水分が蒸発してしまうと固まってしまうのと同じで、こちらも空気に触れてしまうと固まってパッドの底で沈んで固まっているという状態です。なのでインクが足りていないという状態ではないので、その点を考慮していただきたいところなんですが、まずこちらを直す方法ですね。それをご紹介します。こちらを直すためには、こちらのステイゾンソルベントという溶剤が必要になります。もちろんリフィルのインカーを足すことも必要なんですが、その前にステイゾンソルベントを使って硬化してしまったインクパッドと沈んで固まったインクを柔らかくしていく必要があります。それではやっていきましょう。ステイゾンピグメントのインクパッド、硬くなってしまって乾いてしまったインクパッドを、それではソルベントを使って柔らかくしていきます。まずこちらを入れてきますね。1、2、3、4、5、6、7、8箇所ぐらい入れるといいかと思います。で、これを少
少しこのまま置いておいた方が、本当は半日から1日置いといた方がいいんですけれど、皆さん使いたい時に使いたい、すぐに使いたいと思いますので、その場合はこのようにしてほしいなと思います。こちら、プラスチック何でもいいです。ビニール袋でも何でもいいんですが、これは、私対処法をこの乾いてしまった時に使っているユポシ白いプラスチックなんですが、こちらを使っていつも直してます。沈んだかなって感じですけど、こうインクのソルベントが沈むまでなるべく待ってあげた方がいいです。で、こちらをこのように押し付けていきます。なるべくギュッギュッと押し付けた方が沈んでいたインクが柔らかくなっていきますので、ギュッギュッと押し付けてください。で、皆さんソルベントを足すとインクが薄くなるんじゃないですかというふうにご心配されるかと思うんですが、確かに薄くなる気がします。でもこうなじませていくうちにあまり気にならない気がするんですが、もしご心配なようでしたら少しだけリフィルを足してあげるというのもいいかと思います。毎回たくさんリフィルを足すんじゃなくて、この処理をしてからリフィルのインカーを足してあげるという方がいいかと思います。もうこんな感じで下に沈んでいたインクが上に上がってきて、インクパッドも柔らかくなってきましたので、はい、それではスタンプしていこうと思います。スタンプする時なんですが、同じ方向にばかり押しているとこのフェルトの跡がついてしまいますので、なるべくこう回転させてつけた方が、同じ方向ばかりじゃなくて回転させてつけた方がいいです。で、ギュッギュッと押し付けるようにこれもインクをつけるといいかと思います。そしてスタンプを押していただいたら、ピュッと剥がすんじゃなくてゆっくり剥がした方がいいかと思います。紙の場合じゃなくてプラスチックなどに押した場合は特にギュッと剥がしてしまうとインク戻りっていう現象でインクがこっちにくっついて戻ってきちゃう場合がありますので、ゆっくり剥がしてあげてください。どうでしょう。このようにすごく色や線がくっきりとして鮮明で、それでツヤがすごくあって、私はこう紙にピグメントで押すのがすごく好きなんですね。紙もちょっとこういうつるっとしたケント紙とかの方が綺麗に押せるんですけれども、すごく皆さんにも使ってほしいなと思います。で、耐水性もありますので、色塗りはもちろんお水をかけても弾いてくれますので、すごく使い勝手がいいです。オペークだとやはりスポンジタイプなので、このように鮮明にはいかないんですよね。なのでやはりそういう鮮明に金属ですとかビニールに押したい場合は低ゾピグメントを使っていただきたいなと思います。あと、お名前インクですね。お名前インクも同じように低ゾソルベントを足して乾いてしまったら対処していただきたいんですが、こちらは、インカーが発売されておりませんので、さすがにもう薄くなってしまったらインクパッドをまた購入していただくしかないかと思います。ですね。本当に、皆さん、このような処理を毎回するのは面倒かなとは思うんですけれども、すごく綺麗に押せるインクなので、是非このソルベントを上手に使ってピグメントを使っていただけたらなと思います。用途にもよるかと思います。紙だけだったら、バーザファインクレアやアーカイバルインク、シャチハッターなどが便利かと思うんですけれど、そのプラスチックとか金属とかにきれいに押したい場合はこちらのステイゾンピグメントですね。ちょっとソリッドなベタ面が多いものはオペークなどを使うといいかと思います。用途に合わせてインクを使い分けていただくといいかと思います。この辺で失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。